こんにちは。お元気ですか？今日は10月の5日の日曜日ですね。いつも土曜日にアップしてたんですけれども、昨日はね、ちょっとなんかどうも喋る気が起きないと思ったんで、なんかやめときました。で、別にね、今日もアップする予定はなかったんですけれども、なんかね、やっぱり週に2回ぐらいは言葉を発しておかないと私のメンタル上良くないなとかね、そういうのもあって、あと口の周りの口角のあたりの筋肉も衰えそうとか思ったんで、ちょっととりあえず何でもいいから喋っとこうかなっていう気が今起きました。なのでね、今6時51分とかなんですけど、私が今現在喋ってるのだから、これからね喋り終えて、簡単に編集してアップしてってなるとね、8時過ぎとかにねなっちゃう、もっとなっちゃうかな、なっちゃうんじゃないかなって思うんですけども、たまにはねっていう感じで、すいません。だから内容がね大したことなくって、もともと内容大したことないか。さっきね夕方セブンイレブンに行ってきたんですよ。今日も一日家にいつも通りこもってたので、特にスーパーとか行く予定もっていうか買うものとかもなかったんですけど、なんかちょっと外に出た方がいいなって気がしたんで、テクテクテクっとコンビニまで行って、菓子パンとアイスというね、カロリーの糖質の暴力みたいなものを買ってきて、そうそう、気分転換にちょっとこういうのでも食べようかななんて思って食べてたんですけど、ちなみにねセブンイレブン行ってきたんですよね。でセブンイレブンのクリームパンとセブンイレブンのアイス、なんだかな、リンゴとリンゴが中に入ってて、外側がホワイトチョコレートでコーティングされてるリンゴチョコレートアイスバーみたいなやつ、セブンイレブンのオリジナルのやつかな。なんかねそれ初めて見て気になったんで買ってみたんですけれども、好きな人もいるでしょうけど、私の好みではあんまなかったですね。そのリンゴのホワイトチョコレートの思ったよりちょっと違った。そうそう、私好みではなかったって感じですね。でクリームパンも食べたんですけれども、なんかクリームパンがね240何キロカロリーとかだったかな。だから菓子パンってね、それくらいはカロリーはするわっていう感じのものなんですけども、でもねなんかこうパクッと食べてみて、こう一瞬でなくなったんですけど、だから口当たりもすごく軽くて、パンとかもね食べ応えがあるパン生地とかじゃなくて、クリームパンとかだとねもともとどこのパン屋で買ってもなんか柔らかくてちょっと甘いパン生地なんですけども、それにしても本当に軽いパン生地で、なんかもう本当よく言うね空気みたい。そうそう、空気みたいにパクって食べれちゃう感じで、こんなに食べ応えなくて一瞬で食べちゃったようなものが240何キロカロリーとかすんのかなとか思って、逆にこんな食べ応えがなくてこれだけカロリーを入れれるって逆にすごくないって思ったりとかしました。そうそう、なんかね、あれあれでカロリーあるってすごいなって思っちゃったりとかして、何の話だって感じなんですけど、そんな感じで、セブンイレブンに行ってちょっと買ってきたんですけどね、もっと食べ応えがある感じの、どうせだったらね、甘いんだったら食べたっていう感じのものを、そういうあれだとぼたもちとかね、おはぎね、だからそういうのは甘さ欲を満たしてくれるっていう意味ではいいかなって思ったりとかしますね。あとパン屋さんによって、パン屋さんのクリームパンによっては結構食べ応えのあるクリームパンもあったりするじゃないですか。柔らかいけどしっかりパンの小麦の生地が感じられて、中のクリームもしっかりと濃厚なというかね、どっしりした感じのクリームとかね、そういうのもあるんで、ちょっと今日は買ったやつが軽すぎだなって思ったりとかしました。最近ね結構毎日のようにアイスとかお菓子とかね結構食べちゃってますね。やっぱ秋になったからね、そういう
食い娯楽っていうの、このあんま体に良くないこうお菓子とかね、そういうものがね食べたくなってきちゃった最近。そう、最近アイスの実とかもね食べたり、今日何食べようかな、アイスの実でも食べようかなとかねそれがね私の今の人生の中でのね一番の娯楽楽しみになってるかな。まあ、一番ってことはないな。一番はやっぱりYouTube でなんか面白い動画を見ることとかかな。あとね一昨日かな漫画3月のライオンの最新刊を買ってきました。今読もうって思ったんでね、発売が9月の29日とかだったかな。9月末だったんですよね。発売から2、3日したぐらいで買ったんですけども、それを見て、いやー久しぶりだわ最新刊と思って、3月のライオンってね、結構ねこの新しい新刊が出るのがすごく遅くて、その前回出てから2年くらい経ってましたね、今回の発売が。だから結構待ちに待ったというかもう前回までの話をちょっとだから読む前にね読み返したりとかパパッと読み返したりとかしてましたね。物語も終焉に向かってるなっていうのを読みながら感じてたんですけれども、巻末のねところに毎回作者の海野千佳先生のねこのちょっとしたよくあるじゃないですか、作者の人の方の日常のやつを書いてる2ページとか3ページとかのね、そういう漫画みたいなご挨拶みたいな感じで今回も買ってくれてありがとうございますみたいな、最近の海野のなんちゃらでとかなんかそういうのをね海野千佳先生って毎回巻末に書いてくれてるんですけどね、それを見るとねやっぱりこの海野千佳先生も体調がもともとこうなんか崩されてるっていうのはこれまでの巻末とかでも結構書かれてたんで、入院してなんちゃらとかそういうのとか結構書かれてたんで、体調はちょっと悪いんだろうなとは思ってたんですけども、今回の巻末にもねちょっと救急車で運ばれたりとかいうのがこうサクッと書いてあったりとかしたんで、やっぱりねずっと体調は何かしら崩されてるんだろうななんて思ったりとかしました。それでねこう新しい感がね遅くなっちゃうのはねもちろんそれは全然私も一ファンとしてね、もう先生が健康でこの体調が悪い中でもこう書いてくださってるっていうのはすごくこうありがたいし嬉しいし、マイペースでいいので頑張ってほしい、頑張らなくてもいいから書きたいと思った時に書いていただけたらいいかなって思うんですよね。で読んでてねやっぱりこの作者の先生もねやっぱこういうものを作ってる、ストーリーとか物語を作ってる方とかそういう方ってやっぱりこうなんていうか自分自身を削って書いてるなというか、それがこうなんていうかこう削ったから体が悪くなっちゃうとか言うんじゃなくて、その自分自身そのものを表現しているものだよねって本当にそういうのを感じるんですよね。この漫画家さんの漫画もそうだし、その小説家さんの小説とかを読んでる時とかでもうこの方の人生の一部が現れてるというか、別にそのストーリーそのままものがそのまま同じ内容になってるわけじゃもちろんないでしょうけど、やっぱねなんかこういうなんか何かを生み出してる方っていうのは他の芸術家の方とかもそうなのかもしれないですけれども、やっぱりねこの命を削って生み出してるな、その人自身の部分というかねがなんかこうやっぱりこうそこに表現されるんだろうなっていうのをねなんかひしひしと感じたりとかしますね。感じない作品っていうのももちろんあるんですけども、それはねもちろんこうどういうベクトルでやってるかとかねそういうのもあると思うんですけども、ただこうおそらくこう作品を作ってるうちにだんだんこう自分自身とこうなんかこう同化じゃないな、なんだろう、こう適当なことを言ったら全然違うから失礼すぎて言えないんですけど、なんかやっぱそういうのをそういうのを感じるんですよね。
だからなんかそういうのを見るとやっぱりグッときますよね。こなんかこう分かりやすい三文芝居のお涙ちょうだいみたいな、そういうのとはまた違った何かこうそういうのを感じますね。こう小説でも漫画とかでもね。なんかだからね、そういうのを見ていたりとかすると、そういうふうに自分で何かをこう作り出して表現しているっていう方がね、すごくこうちょっと羨ましく感じてしまうんですよね。もう昔から結構そういうふうに何かを作れて表現できたらっていう願望っていうのはもともと持ってるんですけれども、まあそれってなかなかできることではなくて、どんな形にしたらいいのかとか、まあそれがね職業にできたりとかしてるのは、それはこうもちろんその方の努力と、あとは偶然とかそういうのもあるとは思うんでしょうけど、まあとにかくねそんな感じで最近はまあ私の中のね大好きな漫画の一つ、3月のライオンの新刊が出てそれを読んだりしてたっていう感じですかね。なんですかね、それくらいですかね、ここ最近は。うん。あとね、前回言ってた、こう、ちょっと生理が来て腰痛がとか言ってましたけど、生理がね、もう終わったんですけど、やっぱりね、こう、腰痛は、生理が始まる前と生理中の、その生理が原因で起こる腰痛だったと思います。うん。やっぱりちょっとその月経が始まる前の骨盤がちょっとグラグラになる感じというかね、やっぱりこう骨盤も外に開いたりとかするので、まあその影響でなのかわかんないですけど、とにかく腰痛も痛かったし、生理痛もね、こう生理痛ってあんまり腰を酷使したくない感じが出るんですよ。もともと普段から酷使はしないようにはしてるんですけど、ちょっとした動作とかその負荷をかける時にも特に注意をしなきゃっていう感じなんですね。なんかね、この体感的にグラグラしてるんですよね。その腰とか骨盤とかそういう部分が不安定、ちょっとこうなんかこうしっかりこうガチッとはまってないって言ったら変なんですけど、常にちょっと動いてるというかぐらつき感があって、その変な圧とか力とかかけちゃったらすぐ腰痛になっちゃいそうなこう不安な感じがねこうあって、そうそう、だからね、まあそういう時はね、まあ無理にせずにある程度ね、まあ、ストレッチくらいはした方がいいと思いますけど、その期間を無理しない程度に過ごして、その期間が終わったらまあ通常のねいつもの体のコンディショニングをしっかりしておくっていうのが大事なんだろうななんて思ったりしました。うん。まあそんな感じで、いや今日は日曜の夜ですね。まあサラリーマンの方とかは明日月曜だーって思ってる時間なのかな、ちょうど今ちょうど7時過ぎなんでね、今私が喋ってるのはあれか、昔からよく言うサザエさん症候群というタイミングでございますね、今はね。ねえ、なんか私はねサラリーマン的休日の取り方はあんま好きじゃないんですよ。つまり土日っていう風にもう毎週毎週休む日にちが必ず固定してしまっていて、しかも必ず毎週2連休っていうね決まりきっている。しかも世の中の大部分の人と同じペースで休みとかも同じペースで動くことになるみたいなね、休日がかぶっちゃってるからね、そういうのが嫌で、まあ、できたらね私は平日休みの方がいいし、多数派でいたくないんですよ。まあみんなが休む時休んでるといろんなとこ混んだりとかするし、なんか嫌なんですよね。混む混まない以前にもなんかこうみんなと同じタイミングで動いてるの気持ち悪いからっ
っていうのもあるので、できることなら例えばシフト制とかの休みが一番好きですね。で、連休っていうのも私あんま好きじゃないんですよ。土日とかね続けちゃうのあんま好きじゃなくって、だから飛び級の方がありがたいんですよね。1週間のうちに3日行って1回休んで、2日行って1回休んでみたいなね、飛び級の方が全然好きで、だからね、やりたい仕事を選んだらそれが普通のサラリーマンだったりとかすると、休日までは自分で選べないからしょうがないんですけれども、ただ単純に休みはこういうのがいいなっていうのは、私は平日休みでシフト制とかの方がいいですね。決まってなくてたまに連休して、でも基本的には飛び級でっていうのが一番いいですね。そしたら明日休みだっていう日がね、1週間のうちに2回あるし、あとね、意外とね連休っていうやつにしちゃうと結構ね、その休みの日をねダラダラしちゃうパターンが多くなっちゃうんですよね。休みだってなってから長いじゃないですか、休みの時間が。だけどこう飛び級とかだと前日仕事して今日一日休みっていう、その一日っていう時間がねすごく貴重になってくるんで、こうよりこうそのコントラストを感じれるというかね、前日仕事を今日休みっていうね、このコントラストがしっかりしてて、そのありがたみも感じ、あと前日まだね働いてるわけですから、いろいろキビキビとね、なのでその休みの日もそのリズムのままキビキビとやることやって、遊ぶこと遊んでみたいな風にね、効率的に動きやすいっていうのはありますね。でも2日間休んじゃうと結構2日目とかにだらけちゃったりとか、あとは2日目というよりも2日間休みがあるからみたいな感じで、1日目結構明日もあるしみたいな感じでだらけちゃったりするんですよね。あとはこう金曜日の夜とかにめっちゃ夜更かししちゃったりとか、そうそうで、あと2日間休みがあると、その休みっていうこのペースに慣れてきちゃった頃にまた次の日月曜日っていう仕事の日になるので、この体内のペースが一回崩れちゃってからまた戻すみたいな感じになって、リズムがねこうアップダウンが激しくなっちゃってっていうのもちょっとあれかなっていうふうに思いますね。そういう理由で私は平日休み、しかも飛び級が好きなんですけれども、でもやっぱりなんだかんだ言ってね、こう世の中の人と同じペースで動いてるのがなんか嫌っていうのが一番大きいかもしれないですね。私は私のペースで休みたいしみたいなね。そんなことを思ったりとかしております。でもね、なんか結構土日休みがいいっていう人は多いんですよね。それはね、単純にこの家庭がある方とかはね、やっぱりお子さんとか旦那さんとかとなんていうかこう休みを合わせなければならないので、じゃないとね、一緒にお出かけしたりとか、この話す機会とかがね損なわれちゃうからね、そういう意味では土日休みがいいっていう人が多いのかもしれないですね。ただね、私がまだ20代前半とか、みんなまだ結婚してない人がほとんどっていう年代の時にもね、結構みんな土日休みの方がいいって言ってる子が多かった気がするんですよね。その理由を聞くと、やっぱり土日休みだと他の人と休みがあってっていう、友達とこう休みが合うからみたいなことを言ってましたけど、いや別に夜遊べばよくねとか思ったりとかしてて、全然それには賛成できなかったんですけど、そうそうなんかそんなことを思ったりしておりました。土日でもね、私もここに引っ越してくる前というかね、こう引きこもり生活を始める前は普通にサラリーマン生活を送ってたのでね、それができないわけではないんですけどもそんなこんなで毎日今は完全な在宅というよりね、もう一人で誰とも関わらずやっておりますので、休みだけ休めみたいな、で働きたきゃ働けみたいな、そんな感じで、結果
なんていうのかな、ちょっとメリハリがない感じになってしまってるなっていうのはあるので、ただね、毎日仕事してる、働いてる時間はね、こう、カウントチェックしてるので、何日からじゃない、何時からこの仕事始めて、よし休憩って思うと時間をそこで一回また書いて、何時間やったっていうのを書いてね、今日は一日これくらいやってるなっていうのをね、一応こう仕事時間の目安にしてたりとかするんで、そんな感じで一人でやっておりますでもちょっとそろそろね、こう人と関わったりすることと、あとこの先の人生あと50年生きる予定なんでね、私は長生きする予定なんでね、このパターンで何年も過ごしていくのはちょっと人生がもったいないなっていう気がするので、少し何かしらね、いわゆる無駄と呼ばれていること、無駄じゃないんだけどね、ちょっとなんかしようと思いますそれがメンタルヘルスにもつながってくるし、脳をね一回違う使い方をすることによって新たなアイデアが生まれて、結果的には仕事に役に立ったりとか効率が上がるっていうこともあると思うので、ある程度ちょっと外に出たりとか人間と話したりっていう機会をね、ちょっとずつ考えていきたいなっていうふうに思っている、2025年の秋でございました。ということで、それではまた。